カの本当の意味っていうのは、やっぱり日本だと漢字一文字で表す苦という漢字で、そのようにそれがドゥッカだっちゅう思いを私たちはしがちなんですけど、長老のその文を読んで、価値がないとか、ほんのちっぽけで何の意味もないとか、本来お釈迦様が説いたドゥッカっていうのはどういう意味なんでしょうか。また苦しいという意味もドゥッカの中にはあるんでしょうか。そのあたりを教えてください。だから私が書いているのはお釈迦様おっしゃった本当の意味なんです。それはいつでも経典にあるお釈迦様の言葉を参考しながら書いているんです。それでなんか自分勝手に喋っているように聞こえるでしょ。ずっと経典参考しているんです。今この二方の質問に答える時でもかなりの経典が頭の中であちらこち行ったり来たりして参考にしたんです。だから虚しいとかね、価値がないということはドゥッカの本当の意味なんですね。でそれは知恵で発見する意味でセシマにあったようにこの普通の苦しみもその中の一つなんですよ。無数の苦の中で体の苦しみもあるでしょうしね、病気になったりする可能性もあるでしょう。年取っていることもあるでしょうね。一つも面白いもんじゃないでしょ。それから病気になったらどうしようか、それも苦しみでしょ。誰にも俺は病気になりませんよと冗談でも言えませんでしょ。だからどれほど苦しみですかね。それ考えたっても病気になるかもしれません。だから死にたい？死にたくないでしょ。でも死ぬかもしれませんじゃないでしょ。それだけは病気になるかもしれませんだけど死ぬかもしれませんじゃないでしょ。一番嫌なことを確実に起こるんだから、これも苦しみなんですね。で希望している金額の収入がない場合は好きな人々と離れなくちゃいけないときはどうしても嫌な人と仲良くしなくちゃいけなくなったら、今の会社の話が出たでしょ。だから怒っているんだったらその連中とは付き合いたくないでしょ。でも逃げるわけにはいきませんね。逃げられないんです。それも苦しみなんです。自分の過去を思い出すと苦しみが生まれるんです。どちらでもね、過去の失敗、あれはまずかった、あれは失敗しました、あれはやらなかった方がよかったと思い出すと苦しみが生まれてくるんです。じゃあ逆は過去は良かったと思うと、昔の仕事は結構収入が良くて楽でしたと思った時点であれ苦しみでしょ。だから過去の成功を思い出しても過去の失敗を思い出したっても生まれてくるのは苦しみなんです。では将来のことを考えると苦しみが生まれるんです。不安でたまらなくなっちゃうんです。将来のこと、明るい将来を夢見たっても暗い将来を夢見たってもどっちでも同じこっちゃなんです。生まれるのは苦しみだけなんです。
過去のことを思い出したっても同じことで、過去の幸福を思い出しても過去の不幸を思い出したっても苦しみが生まれる。将来の幸福を夢見たっても不幸を夢見たってもとんでもない苦しみになっちゃう。では生きることに苦しみが何かあるのかいと。それがお釈迦様おっしゃった苦難です。生きるとは苦でありと。これが真理であって誰にも否定できません。どんな宗教家にも。否定できませんけど、嘘は言ってますよ。人間にはもう幸福に富んだ魂があるんだとかね。人は死んでも魂は死にませんよとかね。そんなにすごいやつがこの体の中にあるならばね、なんで微塵も感じないんですかね、そんなの。心の内を見たらもう人だけでもないでしょ。これが良かった我が輩は満足やっていうふうなことはあれは嘘で、人を騙して、自分の利益のために騙す。ブッダの句っていうのはそういう句で、当然私たち即世間でも思ってる苦しみも当然入っています。で抜けてるわけじゃないんです。怪我したら痛いでしょう、苦しいでしょうね。それも入っています。それはただの、苦しみっていう言葉で、苦しみを説明するところでのリストの中で苦しみとまた入れているんです。それはただ肉体的な苦しみなんです。はい。質問の方は。慈悲の瞑想について聞きたいんですけど、心を込めて念ずるっていうのが、念じていてもすぐ妄想してしまうというか、しまったって、さっきも幸せでありますようにって心の中で念じてくださいって言われててもカタカタ鳴ってるのが気になったりとか、時計の音が気になったりとか、全然集中していない感じがするんですけど、そういうのはどうしたらいいですか？人間には一発でできるものって一つもないでしょうね。長い間訓練する必要あるでしょうね。くだらないことで何人も訓練するくせに自我を消す訓練だけはもう1秒で成功したいんですね。これヘリコストでしょう。ただ数字がどうするになりたければ何人も訓練するくせに何十枚も書いてやってるのに、絵を描く人々ももう何百枚も書いてるでしょうね。書いて忘れてる。こんなくだらないことにしたってもそれぐらい修行していますよ。
だから自我を捨てる訓練っていうのはね、一番難しいことだからね。とにかくもうやるしかないんです。間違ってもやり直しでいいんです。うまくいくまで諦めない。それだけです、答えは。